けいちゃん女優さんになりんさい。コロナ前年、最後に面会した日のことです。庭の桜が満開だったので、所長さんにお願いして、おじと2人庭を散歩しました。けいちゃん気ぃつけんさいや、こけんさんなや、おぼつかない足取りのおじが言いました。私を幼い私と思っているようでした。そしておじは続けて、けいちゃん女優さんになりんさい。そしたらわしは嬉しいけ。私はおじの腕を支えながらうなずきました。その時のおじの横顔はまるで映写室の中にいる人のようでした。暗い部屋でくるくるとフィルムを送りながらスクリーンに光を届けている人。あの日の桜の庭に見えない映写機の光が静かに差し込んでいるようでした。それが私とおじの最後の会話になりました。一昨年の春、この騒動もそろそろ終わりになり、またおじに会えるかなと思っていた矢先、おじは亡くなりました。あのおじの最後の言葉だけが今も私の胸の奥で明かりのように灯っています。いつものちょっとだけ背伸びした夢よりももっと大きな夢になってしまいました。それは女優になること、映画に出ること。これはね、もう60年よりもっと前、私が小学校に入る前におじと約束したことなんです。頭が少し弱かったおじはあまり働くことが好きじゃなかった。もちろんお勉強も好きじゃなかった。映画が好きで毎日ばあちゃんにお弁当作ってもらってね、映画館に朝から夕方ぐらいまでいて帰ってきてたの。働いてないよね。20歳前後だと思うよ。でばあちゃんにもういい年なのにお小遣いもらって映画代ねもらって毎日映画館に通ってました。だからおじの学校みたいなもんよね、映画館がね。もうね、その頃中学校出た男の人だから働かなきゃいけなくて、ちっとは働いたんかどうかわからんけど、とにかく普通の人は高校行ったりする年代じゃないですか。だけどおじは映画館に毎日毎日通う。だけどただじゃ通えないからばあちゃんにお小遣いをもらってそれで行ってた。そして弁当をそこで食べてまた帰ってきてたわけ。そしたらそのうち映画館で見よう見まねで映写機を回すようになりました。当時映写技師は試験があったんだと思うんです。おじにそういう試験を受ける器量はなかった。でもフィルムを回すことだけは楽しかったようです。毎日喜々として映画館に出かけていました。小さい私はよくおじに映画館に連れて行ってもらい、暗い客席や映写室にいました。映画館で大きなスクリーンを見ながらおじは私に言いました。けいちゃんがあそこに出たらわしはフィルム回しよっても嬉しいけ。けいちゃん女優さんになりんさい。いつも幼い私に言っていました。そんなおじだったのに映画の仕事を辞めて、その後いくつも仕事を転々とし、どの仕事も長続きしなかった。晩年は特養で暮らしました。そこの人たちに自分は映写技師だったと誇らしげに言っていたようです。私はすごくおじに可愛がってもらったんで、身寄りのないおじに会いに新幹線など乗り継いで片道8時間くらいかけて毎年特養に見舞いに行きました。ボケてはいましたが、私のことは覚えているようで、面会に行くとすごく喜んでくれました。
そこは病院も付属した大きな施設でした。おじは時々自転車でフィルムを隣町の映画館に運んでいました。大きくて丸いフィルム缶をいくつも荷台にくくりつけて、私はサドルの前の棒にまたがりました。瀬戸内海の海岸沿いの道をたくさんのフィルムと私を乗せて、おじは隣町へ力強くペダルを漕ぎました。海の風が心地よく私の方を通り過ぎていきました。私は大事なフィルムを運ぶ仕事を任された人のような気持ちで、おじと一緒にハンドルをしっかり握っていました。生前のおじのことをよく思い出すようになって、その明かりが少しずつ強くなってきました。女優というおじの言葉が小さな映写室や2人でフィルムを運んだ海岸沿いの道からタイムマシンのように出てきました。おじの映写技師という夢、私が映画に出るというおじが作った夢、おじが叶えることのできなかった夢です。私は71歳です。普通に考えれば女優を目指す年齢ではありません。多分多くの人は今更と思うでしょう。でも私はふと考えました。年齢で夢を区切るって自然の法則ではなくて、ただの世間の空気かもしれないと。私は森に暮らしていて思うんです。木は70年経っても新しい枝を伸ばし続けています。人間だけがもう伸びなくていいって言われるのは不思議だなと思うんです。私が女優になれるかどうかは分かりません。でもならなかったとしてやらなかった私より好きでいられるし、胸を張って生きていけると思うんです。年齢は確かに体の制限になります。でも挑戦の制限にまでしてしまうのは自分の思い込みかもしれません。私はその思い込みを一つ外してみます。私は女優というおじと作った夢をあの日の映写室で自転車を漕ぐおじの前で、あの日の桜がいっぱい咲いていた特養の庭でおじと一緒にフィルムを大事に抱えていたように、その夢を抱いて歩き出します。最後のテーマが夢の棚卸しだそうですが、私のお話が参考になれば、あるいは反面教師でもいいですが、少しでもお役に立てればと思います。少し大きな夢でも、私のいつもの日常の夢、ベランダにたくさんお花を植えるとか、不器用な私が竹細工でコーヒーフィルター作るとか、ムーンウォークできるようになるとか、夢って言えないくらいの小さなものでもいいじゃないですか。やりたいことがあるならやってみてください。私はあの日の映写室の光を胸にもう一度歩き出します。皆さんの中にも消さずに残っている光があるかもしれません。それをどうか消さないでください。